今回は東宝新作東宝10応援の登場キャラ候補を解説していきますよ。この作品は対戦型になっていて、登場キャラ数がめちゃくちゃ多いんだよな。穴を見る限り、確定キャラを除けばあと14人、そしてカエイズカ通りなら新キャラが5人ぐらい来るので、9人が参戦する可能性があるんですよ。パッと見た感じ幼獣キャラが多いけど残りはどのようになるんだろう？その中で参戦しそうなキャラを抜粋してきたので注目です。ということで、まずはじめに紹介する、参戦候補キャラは冷戦うどんゲイナバ。冷戦はやはり古参キャラだけあって安牌候補だな。まず冷戦は永遠帝でクラス付きのウサギで薬師の矢心栄林の弟子。赤い瞳を持っていて頭にはヨレヨレのウサ耳がチャームポイント。もともとは月に住む月のウサギだったが、現在は月から逃げ出して幻想郷にある永遠帝で暮らしているぞ。戦闘力は高く、月の使者のリーダーはたつき姉妹からも評価されていますよ。月にいた頃の名前は冷戦で、現在この名は東方暴月賞で登場した玉兎に当てられているものだよね。うどんゲインは彼女の師である矢心栄林が、稲葉は現在の主人である蓬莱山かぐやがつけた愛称となっていますよ。名前をたくさん持つところ、冷戦がいろんなキャラから愛されていることがわかるな。元々の名付け親は綿月姉妹であり、冷戦という漢字も月のウサギである冷戦が地上人にカムフラージュするために無理やり字を当てているものとなっていますよ。そんな冷戦の能力は波長を操る程度の能力、音、光、電磁波、物質の波動、精神の波動などあらゆる波について、その波長、位相、振幅、方向を操ることができるのです。狂気を操る程度の能力はこの一部であり、非常に幅広く応用が利く強力な能力ですね。波長を操って、波長を長くすると、のんきになり、何事にもやる気をなくし動かなくなるうつ状態に持っていけるのです。ルナサプリズムリバーの音楽も長く聴くとうつ状態になるらしいから同じような波長があるんだろうな。また波長を短くすることで狂気となり、情緒不安定で感情的になり、人と会話ができなくなるようですね。狂気を操る程度の能力の時は、これがメインで使われていたのかな？そんな冷戦は参戦確率が高い、というより、安全牌と言うべきでしょう。東方漢樹伝や格ゲー作品も時期として抜擢されていて、東方プロジェクトの幼獣キャラというと、冷戦と言えるほどだもんな。また、セイランが登場を確定させたことにより、そのつながりで登場する可能性を挙げていますよね。また主人公を除く、現在登場が確定している幼獣キャラは、全体的に見た目が幼い妖怪が多い。なので、3面以上のお姉さんキャラの登場確率が高いんですよ。冷戦は5面ボスとして登場したからその考察通りなら確率が上がるよね。もしも今回抜擢されればシューティングの方では、時期として東方漢樹伝以来の約8年ぶりとなりますよ。また新たな図への冷戦が見れるかもしれないのでワクワクしますね。服装としてはブレザー、夏服と着ているので、次回は体操服でしょう。体操服派すでに先着がいます。ということで、次に紹介する参戦する可能性があるキャラはリンゴです。言わずもがな、青リンゴと呼ばれるぐらいセイランとリンゴはセットで扱われるから参戦の可能性はあるよな。まずリンゴの詳細なんですが、東方プロジェクト第15作品東方漢樹伝の2面ボスにて登場した地上ではなく月のウサギです。イーグルラビと呼ばれる地上の調査部隊の中で、情報管理という官職を担っていますよ。彼女の任務は調査をすることだけで戦闘も許可されていますが、かつ必要はないと言われているようです。セイランと同じく月のウサギであり、情報収集など後方支援を担当しているんだぜ。楽な割に位は高いようですよ。セリフを見ると情報を集めていたせいか、彼女の興味が地上に移ってきたようですね。団子を片手に持ち、よくもぐもぐと口に運んでいます。二つな葉立花色のイーグルラビ、能力は団子を食べるほどに強くなる程度の能力となっていますよ。団子を食べるほど強くなるって面白い能力だな。ただ侮ってはいけない、あの式様を倒すほどのマリサも苦戦したセリフが見られます。速報、リンゴはメルエムだったけん。情報管理という役職柄、現在の自分たちが住んでいると思っている月の都は、実は夢の世界ということを知っていました。ただ、なぜそんな事態になっているのかまではわからなかったようです。知ってしまったら殺された可能性もあったらしく、冷戦と出会い地上に憧れを持ち始めました。そして参戦すればその後の話が聞けちゃうんだよな。さらに彼女は情報管理職なので、貴重な月についての情報を教えてくれるキャラなので参戦してほしいところです。と言っても、多分そのまま時期として登場するのではなくて、セイランのダッシュファイターみたいな感じで出るのではと考えられますね。なるほどね。確かにそのまま使うと参戦枠的に少しもったいない気もするもんな。カエイズカではプリズムリバーがそんな感じだったよね。なのでプリズムリバーのようにストーリー中は登場だけで、対戦ではダッシュファイターとしてリンゴを使えるのではと思われます。リンゴの可愛いへそちらがまた拝めるのではないかと考えたらワクワクしますよ。あと団子の弾幕が使えるかもしれないしな。ちなみに投げた団子は後でスタッフたちが食べているようです。そのスタッフはおそらくゆゆこ様でしょう。ということで次に紹介する、
参戦の可能性があるキャラはヤクモランです。確かに幼獣最高クラスのランはありそうだな。このヤクモランに関しては明確な理由があるんですよ。まずヤクモランは見てわかる通りキュービの化け狐です。式神なんだが強大な霊力を持っていて、自らもチェンという式神を刺激しているぜ。日頃は主人であるヤクモゆかりの屋敷に住んでいますよ。真面目かつ礼儀正しい性格であり、嫌がらせでもされない限り人間を襲うことはまずないそうで、非常に頭のいい妖怪。賢い妖怪はいちいち人を襲うようなことはないらしいな。しかし油揚げをあげれば、大概のことは許してくれるという可愛らしい一面もありますよ。油揚げをあげれば許してくれるって幼獣らしくて可愛いな。アンダーテールの生みの親のトビー氏もヤクモランが好きだそうですよ。トビー氏もランが好きだったんだ。そんなランの元ネタはキュービの狐の玉も前とされています。玉も前はファンタジー系のゲームとかでよく出てくる妖怪だよね。そうそう、キュービの狐は宮中に入り込み、鳥羽上皇に仕える女官となって玉も前と呼ばれるようになります。ランも非常に頭がいいのは、元ネタの玉も前から来ているのかもな。キュービの狐の伝説は日本だけではなく、中国、インド、ベトナム、朝鮮半島など広範囲に残っていて、キュービの狐が絶世の美女に化けてその時の権力者に取り入り悪用を働くというのが基本の流れです。そう、結構悪女って聞くけど実際はどうなの？基本的には妖怪なので間違いはないですね。ただ玉も前の物語の一つの玉物造詞の書本中、古い系統と考えられるものには殺生意思説話が見られず、これは後に付加されたものと考えられていますよ。アトランはこのような設定からスタイルが良く、ヤクモ一家の中では家計を握り家事を担当するお母さん的ポジションにいることが多いよな。ゆかりんの従者ですがね。なので昔ながらの割烹着がよく似合うキャラとして定着していますよ。そして今作のラスボスは前回の考察通りならば、四大組織の最後の一人、四大組織の組長は中国由来の幼獣が多いんですよ。吉祥や知恵の元ネタは中国の伝説上の生物で幻獣の一種である吉祥。東鉄ユーマはそのまま、中国神話における四強の一つである東鉄だよな。でも先って聖徳太子を乗せていた黒駒という伝説から日本じゃないの？もともとはその話も中国の故事を元にした作品なので、実質中国ですね。そのことから考えると、四大組織のラストの一人も中国の幼獣。なので、このヤクモランとはめちゃくちゃ相性がいいんですよ。そうか。ヤクモランの元ネタは中国の幼獣であるダッキや玉も前だから相性がぴったりということか。そういうことですね。なるほど。これはヤクモランが登場する可能性も高そうだな。あとケイネ先生も、白卓という中国に伝わる随獣の一種なのでワンチャンありえます。またランといえば式神としてチェンを扱っているので、オプションとしてチェンも登場するかもしれませんね。ランは古参ながら、ゲーム上あんまり登場することがなかったから、登場してほしいキャラだしね。母性感あふれるランの登場はめちゃくちゃ喜んでしまいますよね。ぜひとも愛する式神の名前を呼ぶ姿を原作で見たいものですよ。それラン姉ちゃんの方でしょうが。続いて紹介する、参戦の可能性があるキャラは火炎病輪です。漫画で活躍中のオリン。火炎病輪は東方地雷伝の4面中ボスです。通称オリン、本人は長い名前が嫌いで、誰にでもオリンと呼ばせているようです。人間を食らうと普通の猫股になりますが、彼女の場合は死体や幽霊を食らった猫と言われていますね。猫股は、日本の民間伝承や古典の怪談、随筆などにある猫の妖怪だぜ。また彼女は地雷伝の主である小明寺悟りのペットの一人でもありますよ。彼女は生きている人間には興味があまりなく、妖怪に殺された死体もつまらないものと認識しているため死体欲しさに自ら人を襲うことも基本的にないので、実は地底の妖怪の中ではかなり安全な部類に入りますね。そんな彼女の表の能力は死体を持ち去る程度の能力です。これはもはや能力ではなく単なる技術でしょう。死体を素早く猫車に乗せて持ち去る技術で、成功率は高いとのこと。そもそも死体を持ち去られるなんて思わないもんな。そしてこっちが本来の能力であろう、怨霊や死体を自在に操ることができる能力も持ち合わせています。幽霊や怨霊、死体との会話も可能。これを使って悟りの仕事のサポートをしています。東方地霊記伝でも語られたけど、怨霊は妖怪に強いんだよな。愚問九呪によると妖怪は精神的ダメージに弱く、怨霊が入り込むと消滅するか、乗っ取られてしまうため妖怪相手に滅法強いんですよ。さらに東方地霊記伝にて神である、かなこ様曰く、妖怪と神は似ているところがあり、神も怨霊が苦手ぞ。かなこ様めちゃくちゃ声可愛いじゃん。なるほど、それだけ優秀な能力ならば本来ならこっちがメインになるはずの能力になりそうだな。で、その隠された能力とオリンはめちゃくちゃ相性がいい。そういうことか。東方十王園のストーリーは所有権のない土地に霊が狙っているんだよな。さらに動物霊も登場していることからも相性がいいんですよ。また最近の東方プロジェクトの傾向としては、漫画で活躍したキャラを出しているんですよ。東方地霊記伝でついにフランについて多くのことが語られて、東方強
力異分に参戦。この傾向から東方地霊記伝で活躍したオリンの登場の可能性が高いですね。オリンは4面ボスで登場したお姉さんキャラだしありえそうだよ。彼女は話し上手で面白いキャラなので登場が楽しみなキャラですよ。オリンの圧巻ベイガズン絵で見れることに期待しています。一体どういう場面で使うんだよ。ということで次に参戦の可能性があるキャラは、マダラオキナです。幻想郷の賢者の一人であるオキナの参戦可能性があるの。まずマダラオキナは東方では初の、6面と EX ステージの共通ボスです。幻想郷を作った賢者の一人で、後ろとの国に住む姫神。ということは同じ幻想郷の賢者であるヤクモゆかりとは知り合いってことになりそうだな。オキナの背後からは四季をイメージしたのか桃色、黄緑色、橙色、水色のオーラが立ち上っていますね。さらに、オキナという名は脳のオキナを示すのですが、ズンシ曰く女体化ではないようです。ほう、ということはつまりマダラオキナは男性と女性の両方の性質を備える存在ということになるのか。オキナの元ネタはその名の通りマダラ神と呼ばれる不思議な神ですね。マダラ神そのものは神道ではなく仏教よりの存在で、日本には天台宗の一派が持ち込んだとされています。二道寺を合わせた三位一体の姿で表されることが多いです。マダラオキナも二道寺の長霊玉井&西田里乃がいるが、強制的に支配に置いているようだよな。後ろ戸という仏道の背後のと入り口の神とされ、阿弥陀如来の背後を守る守護神としても、より真理を体現する非された神としても扱われ、またこの場では神への芸能の場であったことから芸能の神としての一面も持っていますよ。特に聖徳太子の側近にして猿楽の祖、芸能の神大悲明神として祀られてる畑川勝と同一視されたことから、猿楽の守護神であるとも考えられています。なるほど、だから自分のことを能楽の神とも言っているのか。もっと大きなについて知りたい方は、東方ステーションにて紹介された闇のまだら神を読んでみるといいとズン氏が言っていますね。闇のまだら神の新装版の後書きにゲームの世界でまだら神が登場していると軽く紹介されていますよ。後半では東方についても書かれているのか。オキナの仕事は幻想郷を外の世界から守り、そのどこにでも移動できて、気づかないうちに生命力も、精神力もコントロールしてしまう不思議な能力で、幻想郷のバランスを取る役目を負っているようです。そんなオキナの参戦理由としては、東方強力異分でプレイアブルキャラにならなかったことです。確かに流れ的にオキナがプレアブル化されそうだったけど、ならなかったのはこの日のために取っておいたということか。あと、オリンのところでも言ったように、オキナも東方水強化で登場しているので、最近の傾向としては出そうな雰囲気です。他には同期で登場したアウンが確定していることも挙げられるよな。他にはプレイ画面を見てわかる通り、視点掛けが映っています。このステージは交流道とバレットフィリアでも使われていたことから重要性が高そうだな。この飛天掛けと聞くとオキナが思い浮かぶのですが、その通りで元ネタは摩天掛けとされています。この摩天掛けは沖諸島というところにあるので、オキナが間違いなく絡んでいるんですよ。それはもう間違いないじゃないか。あとこれは飛躍してるかもですが、沖諸島は島根県に属していて、島根の妖怪というとヤマタノオロチ。ヤマタノオロチはスサノオノミコトによって退治されたのは有名な話ですよね。そして、このスサノオは現在活躍中の怨霊である宮出口水地と関係があるので、ここの関係で色々話が聞ける可能性があるんですよ。そのつながりめちゃくちゃ面白いな。確かに、今作は霊に関係あるようだから、怨霊の宮出口についても気になるところだよな。このようなつながりからオキナの登場可能性も高いですね。オキナはフランドールと仲良くできていたりと、興味深いキャラだから楽しみですよ。確かに、裏方では一番活躍しているキャラでもあるしね。これはオキナの登場にも、大きな期待だぜつってね。さてさて、次の参戦の可能性があるキャラは、本来の人の形藤原の母校。お姉さん勝ちで言ってます？マリリンさん勝ちです。誰だよ。まず藤原の母校は皆さんもご存知、過酷な人生を歩んだ少女。母校の父親は、満月のように美しいかぐや姫テルヨに求婚しました。しかし難題をふっかけられ、それを達成できず恥をかかされてしまうのです。こうやって見ると確かに恨んでしまうかもしれん。そして母校は父のために復讐を決意したのです。かぐやが天皇に送った蓬莱の薬を処分するため、富士山に登っていた月の井博士が持っていた蓬莱の薬を強奪。それを服用したため、彼女は蓬莱人となったという経緯があるんですよ。ちなみに日本では古事記に常世の国へ不老不死になれる木の実を取りに行く男の話が載っています。竹取物語ではかぐや姫が月へ帰る時に霊薬を置いていったのですが、おじいさんは天皇と相談して、日本一高い山の頂上で燃やすことにし、その山が不死の山富士山と呼ばれるようになったという伝説があります。だから富士山と言われるようになったのか。彼女の能力は老いることも死ぬこともない程度の能力、または死なない程度の能力。蓬莱の薬の効果による不老不死の能力だよな。
薬の効果により魂のみが存在の本体となっていて、肉体が滅んだとしても、新たな肉体を自由に生み出すことのできる不死者の特性を持つんだ。その肉体は老いることもやむこともないのですが、体が変化したわけではないため、体が傷つきもすれば、痛みも感じるようですね。東方部門式によれば髪の毛一本でも残っていればそこから再生できるようです。一番不老不死が死なない理由をうまく解説しているのが、東方音楽作品の主人公である宇佐美蓮子、大空魔術の八雲ゆかりのテーマ曲であるネクロファンタジアの項目にて、不老不死は死がなくなるんじゃなくて、生と死の境界がなくなって、生きても死んでいない状態にあるだけなのさ。なるほど、生と死の境界がなくなった。つまり生と死の概念がなくなったといったところか。また炎の妖術は不老不死になって身につけたんだよな。先ほどの解説でも言ったように今作のラスボスは中国由来の妖獣の可能性が高い。そしてそれと対となるような詩人がいるんですよ。なるほど、藤原の母校といえば不死鳥フェニックスで、中国のフェニックスといえば、詩人の朱雀がいたぜ。そう、このことから母校の登場の可能性もあるのではと考えました。ちなみに詩人とは、東西南北の四方を守る神のことで、方位の四神とも呼ばれます。東は青龍、西は白虎、南は朱雀、北は玄武の詩人を言います。自身の信仰は、古代中国で誕生し日本に伝えられました。奈良県飛鳥村の木虎古墳や高松塚古墳の四方の壁にもこの四神の図が見られます。そして先ほど参戦の可能性のあるマダラ沖縄と相性がめちゃくちゃいい。マダラ沖縄の元ネタマダラ神は聖徳太子の側近にして猿楽の祖、芸能の神大秘明神として祀られてる畑川勝と同一視されていました。そして、聖徳太子は詩人が伝わった飛鳥村にある立花寺で生まれました。その話がどうしたんだよってツッコミを入れたいところですが、これは前作のバレットフィリアで繋がってるんですよ。バレットフィリアでは、妖精のエタニティラルバが母校の首なし不死鳥の弾幕に似た弾幕が追加されていました。エタニティラルバというと、東方天空小一面ボスでマダラ沖縄が常世の神かもしれないと言っているんだよな。あとバレットフィリアの作品紹介のところでも映っていたから、その正体が語られるのではと思われたよね。そして一見母校と沖縄、エタニティラルバは関係ないように見えますが、非常に関係が深い。先ほども言ったように母校が不老不死となった富士山では、麓で怪しい信仰がされていたのです。その信仰されていた神こそが、不老不死の伝説を持つ常世の神エタニティラルバ。そのヤバい信仰と常世神とされるエタニティラルバを倒そうとしたのが、芸能の神であるマダラ神の元ネタマダラ沖縄だったのです。なんという神展開。ちなみにマダラ神は聖徳太子の側近である畑川勝と同一人物とされていて、畑の心はその川勝のお面の面霊気となっていますよ。聖徳太子の元ネタといえば豊里耳の巫女というつながりになっていて、この辺は非常に東方力が試される設定となっていますね。そして、先ほどもこの冒頭の解説で言ったように、不老不死の実の正体は、常世の世界のものとして、永遠の繁栄をもたらすものとして珍重され、別名常世草とも呼ばれていた立花という果実。そんなつながりってありかよ。さらに立花と聞いて何か思いつきませんか？そういえば、聖徳太子の生まれたところが、詩人が伝わった飛鳥村にある立花寺。こういったつながりからも登場可能性があるんですよ。話が思った以上に難しいぜ。確かに、バレットフィリアの作品紹介のプレイ画像は伏線の可能性もあるよな。そろそろこの辺の関係性も拾われるのではと考えて、同じ富士山に関係がある母校と沖縄が出会うという神展開に期待しています。あと鳳凰は4霊であらゆる動物たちの頂点に君臨する吉兆を知らせる霊獣という意味になるんですよ。今作のタイトルは獣王だからあらゆる動物たちの頂点だと相性抜群じゃん。あの母校の図絵がもう一度見れるかもしれないと考えたらテンション爆上がりですよね。正直飛躍しまくってると思いますが、それ自分で言っちゃいます？それではラストに紹介する参戦の可能性があるキャラは、レミリア・スカーレットです。それマジで？マジなんですよ。ちゃんとした理由があるの？もちろんちゃんとした理由があるんですよ。霊夢部長。あんたのことを初めていいやつだと思ったよ。マリサさんって私のことそんな位置づけだったの？レミリア・スカーレットといえば、皆さんもご存知コーマ館の主の吸血鬼。また彼女は500年以上生きていますが、外見はかなり幼く、10歳前後といったところですよ。口調は大人びていることが多いのですが、行動原理も子供のようなほどの好奇心旺盛で、月に行こうとしたり、地下の大図書館に海を作ろうとするほど、図書館に海を作るなんて思いついてもやらんでしょ。しかし吸血鬼という種族柄、驚異的な身体能力と無尽蔵の好奇心を兼ね備え、いつ大暴れしてもおかしくない恐怖の悪魔ですね。初めて現れてから数百年程度と比較的歴史は浅い妖怪の中で、最も強大な力を持ち今や幻想郷のパワーバランスの一つを担っている種族が、この吸血鬼ですよ。そして、レミリアやフランのような吸血鬼は驚異的な身体能力と魔力を誇り、樹齢1000年を超える大木を片手で掴んで持ち上げ、さらには霧状にまで細かくしどこにでも入り込み、頭以外が吹き飛ぶ怪我を負っても一晩で元通りになるというのです。
再生能力に関しては実際に、東方暴月賞ではレミリアの手が丸焦げになっても一瞬で元通りになっていました。スピードとパワーに関しては相当なもので、綿月より姫を唯一腰をつかせていたぜ。そんな吸血鬼であるレミリアなんですが、吸血鬼といえば何が思い浮かびますか？ニンニクとトマトケチャップと清水。パスタでも作る気ですか？吸血鬼といえばやはりコウモリですよね。確かに、今作は獣系が多いが、レミリアも当てはまるといえば当てはまるのか。さらにこの後コウモリは中国では特に縁起物として有名なんですよ。同音や似た音で弦を担ぐものとして、中国ではコウモリがあります。コウモリは中国語ではコウモリバインフと言い、腹部アインフ服に変わると音が似ているので縁起物なのです。そして中国には幻獣に、ヒネズミというものがいるんですよ。山海峡の北山峡に記載される幻獣で、中国語ではフェイシュウと呼ばれています。北方にあるという山頂には草木がなく、模様がある実石を産するという甘池山に住むとされていますね。見た目はウサギのようで頭はネズミに似ていて、背中の毛を使って空を飛ぶとされているんですよ。おいおい、それって相性良すぎるじゃないか。そうなんですよ。今作はすでにウサギキャラが登場していて、さらにマリサの帽子のリボンは、ウサ耳風になっている。そして、ボスはおそらく中国由来の妖怪の四大組織のラストの一人。このことから非ネズミの要素を併せ持つレミリア・スカーレットの登場が期待できるんですよ。なるほどすぎてやばい。そして、おそらく四大組織の最後の一人は虎の関する妖怪だと思われますね。中国は虎に関する妖怪が多くあり、その中でも私が注目しているのが水虎。この水虎の性質は最後の一人の性質と似ている部分があるんですよ。また最近の東方プロジェクトは水に関係する話が多いよな。あと見ての通りカッパの性質もあり、バレットフィリアではカッパたちが活躍したので伏線になっているのではと考えられますね。さらに前作の交流道はそのまま竜に関する話で、新作は竜と対になる虎の話なのではないかと。そしてドラキュラはルーマニア語で竜の息子とされているので、予想が正しければ対となるレミリアの参戦可能性は高いですね。それすげえ面白い考察だな。霊夢部長にしてはやるじゃん。別にあんたに褒められても嬉しくないんだからね。そういえば、レミリアの妹のフランドール・スカーレットについてはどうなんだ？東方強力異文で登場したので微妙ですね。ダッシュファイターでワンチャンでしょう。対戦セリフでもいいからモコウとフランドールが出会って会話してほしいぜ。それは見物すぎますね。名前や容姿、技などから間違いなくつながりを感じさせる二人ですが、今作で出会うなんていう想像もできますね。さて、以上が東方プロジェクト最新作の参戦可能性のあるキャラ9選でした。歴史の授業にもなってめちゃくちゃ面白かったよ。東方プロジェクトは安易な登場は絶対にないし、今作はストーリーに東方力がいると言われているのでどんなキャラが来るのか楽しみですね。視聴者さんは誰が参戦すると思うかよければコメント欄で教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。